今日は一人前のお茶の量何グラムが適量かっていうのを調べてみます。で、今日のお茶はこちらです。侍茶人が今年もんだですね、煎茶、太陽の光を存分に浴びた、全くですね覆いをしてない純煎と言われる煎茶を、軽くですねこなしてというか細かくしたものを使います。で、今までねこれ1人前 5g で、熱めのお湯、大体80度くらいのお湯でさっと入れるっていうのをやっていたんですが、ちょっとねそれをまずやるのと、それよりもお茶の量を減らして大体 3g くらいにして、で、また同じくらいのお湯の温度で気持ち時間を長めにしたものと合わせて、どちらがより美味しく感じるかっていうのをやってみます。さあまずは、5g やってみます。スプーンに軽く2杯ですね。はい、5g1 つ準備しました。で、もう一つは 3g 入れます。で、大体お茶って1人前入れるのが、2g から 3g って言われてるんですね。なので、3g でもちょっとその普通から見ると多い方ではあるんですが、1人前の時はちょっと多いめに入れて 5g にいつもやってるんです。ただやっぱりね 3g でも時間をかけるというか、しっかり抽出してあげれば美味しいのは出るとは思うんですよね。はい、ということで 3g こちらですね。見た感じは 5g の方がねやっぱりお茶の葉はたくさん使ってるなっていうふうにはなりますね。お湯の量どれくらいなんでしょうね。お湯の量もね意外と少ないんですよ。50ちょっと、60ないくらいですね。56ミリリットルですかね。60弱ということで早速入れていきましょう。で、お茶の葉っぱが開く様子を見て、判断していきます。で、5g の方が、お茶の葉の量が多いので、抽出時間、浸出時間っていうのは短めでいいと思うんですね。もうちょっとかな。やっぱりお茶の葉が少ない方が開くスピードはそんなに変わらないのかな。5g はこれくらいでいいと思います。では早速注ぎ始めましょう。3g もこんな感じでしょうね。では注ぎます。見た感じはね 5g の方がちょっと色が濃いですね。でも美味しそうさで言うと 3g の方が美味しそうなんですよね。まずはじゃあ飲んでみます。 3g の方からいきましょうか。色が薄い方から飲んでみます。飲みやすいですね。すごく飲みやすいです。ただ若干ちょっと薄いかなって気がしますね。もうちょっと時間をかけた方がよかった感じがしますね。では 5g、
しっかり味が出てます 5g は。で特に、飲み込んだ後のちょっとふわっと香りが戻ってくる感じがあるんですけども、それは 5g の方はしっかりと戻ってくるんですね。でそれが強い感じすぎることもなく、でもしっかりと戻ってきてるので、これは濃さは、濃いめだとは思うんですが、お茶の味わいがしっかり感じられて美味しく感じます。それに比べて 3g の方は飲んでからそのままスッと入ってしまうんですよね。そのふわっと戻ってくるのがないので、味わい的にはやっぱり物足りないですね。色合いはねすごくすっきりと透き通った感じがするんですけども、しっかり 5g の方が色合いがやっぱり濃すぎてね、ちょっと濃いかなとか思うくらいなんですが、味はすごくいいです。じゃあ 5g の方がいいでしょっていうわけじゃなくてですね、これは 3g でもっと時間をかけた方が美味しかったかもしれないんですね。なのでもう一度しっかりとね 3g を今度はちょっと長いめに入れてみたいと思います。お湯の量はまあ同じくらいですね。で時間をね測ってしっかりとその抽出する時間とかをコントロールした方がいいかもしれないと思うんですが、見た感じこれくらい開いて飲むっていう風にした方がなんか覚えやすいんですよね。なので時間じゃなくて今回もしっかりと目で見て判断したいと思います。では注ぎます。3g で 60ml。 まあ決してね、普通じゃ薄いっていうわけじゃないと思うんですよね。その 5g お茶の葉を 5g 入れた場合は本当に、1分出してないくらいだと思うんですよ。感覚的に40秒45秒とかそれくらいで出してるような気がするので、そういう意味ではしっかりとね1分半くらい出した方がいいのかもしれません。もちろんこれはお茶の葉の細かさとか、揉み込み度合いとかによって抽出の度合いっていうのは変わってくるので、果たしてこの今日の結果が全てのお茶に適用できるかっていうとそうではないと思うんですね。なのでこれはもう、皆さんの手元にあるお茶で、確かめてみながらですね、どれくらいの、お茶の葉の量が自分の好みに合うかっていうのを一度ね確かめていただければと思います。だいぶ開いてきましたね。先ほどに比べてこのふわっとお茶の葉っぱが開く様子がしっかりと開いてきました。まあこれくらい開いたらいいかな。では注ぎます。まあ色合いはね先ほどの 3g よりは濃くはなりましたが 5g の時よりは若干やっぱり薄さがありますね。でもこの最後の一滴が入るにつれてだんだん濃くなってきましたね。色合いで見るとねすごくいい色合いです。ではいただきます。3g でしっかりと抽出した煎茶です。濃さ的な面で言うと先ほどの、3g に比べたらしっかり味はしてます。その飲んだ時に物足りないっていうような薄さは感じませんね。ただちょっとね渋みが前に出てます。多分ね感覚的なもんなんですが、3g のお茶の葉の味わいの中でほとんど味わいの部分が今できてる感じなんですよね。なので、苦み渋みの部分とかもたっぷりと出て、うまみ甘み
もうこのお茶自体はもともとうまみ甘みっていうのはほとんどないんで、そういういわゆる心地いい味わいっていうものをいっぱい出すっていうんじゃなくて、僕の中では多少の苦み渋みも含めて味わいとして出していこうっていうことなんで入れてるんですが、 3g の場合はその全てがもうカラカラになるまで出てるような感じです。もう出がらしが、出がらしになるくらいまで出てしまうような感じですね。それに比べて 5g だったらお茶の葉の量が多い分ちょっと余裕があるんですよね。全体の7割8割くらいの味わいを引き出そうということで、完璧に全ての成分ができる前に、いいところだけを引き出していこうという感じにしておけば濃さもしっかりありますし、それで味わいも美味しいところもしっかりと引き出せてるっていうことに比べて 3g は全部出てる分も余裕がないんですよね。なので味わいもいい部分ももちろん出てるんですが、良くない部分、出てほしくない部分までしっかりと一煎目に入り込んでしまってるっていうことで、お茶の味自体がそんなにいいものじゃなくなってる気がします。濃さはちょうど良かったとしても、なので飲めるんですよ。飲みやすいですし濃さもいいんですが、果たして味わいとしてこれは満足いくかっていうとあまりそれは感じられないです。それに比べてこの 5g のお茶というのは、中間部分の味わいっていうのがしっかり凝縮されてる感じがするんですよね。なので、上のあんまり、欲しくないというか、上のというか苦味渋み成分の、嫌な部分が、気にならない程度に薄まってるっていう感じがします。なので飲んでも濃さもいいし味わいとしてもいい感じになってます。なので3g でしっかりと濃さを出すために、長く浸出させるというよりかは、5g ある程度お茶の葉の量を増やしてその部分でいい部分だけっていうような出し方の方が、結構いいです。ただもちろん 5g の時は大きすぎるとやっぱり苦く渋くなりやすくなるので、結構その早め早めに上げてあげるっていう、その注ぎ出してあげるっていうのは結構必要だったりするかなと思いますね。この 3g と 5g しっかり出した 3g と 5g のちょうどいい部分を出したっていうお茶に比べて 3g で一番最初に出したものは本当にね、この2つを飲んだ後に飲んでしまうと薄いって感じますね。味出てないっていう。もちろんねこれは本当に、純選で肥料をやっていない、お茶畑で採れたものなので味わいの出方っていうのはほとんどまず少ないっていうのがまずあったので、これは特殊なのかもしれません。なので、今度またね違うお茶の種類違うお茶で、同じような実験をしてみたいと思います。ただ、やっぱりね、1人前1人分だけ入れる場合はお茶をケチらずにしっかりと入れていい濃さを十分ですね余裕を持ったお茶の葉の量で入れたら美味しいっていうのが分かりました。なかなか面白いですね。皆さんもぜひ、ちょっとね実験をやっていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。さあ面白かったなって思った方はですねぜひ高評価ボタンを押していただきまして、まだチャンネル登録をしてないっていう方いらっしゃいましたらぜひともですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。